ガガン、ドン、爆発攻撃。うわー、やられた。よっしゃ、勝った。負けた負けた。強いな、シュン。そうだよ。僕はヒーローだから。ははは、そうか。じゃあ、大切な人を守らなきゃな。うん。そんな、のどかな午後だった。後でスイカを切ろうか、なんて話していたけれど、シュンが少しお腹が緩いというので、どうしようかななんて思っていると、インターホンが鳴った。ドアを開けると、幼なじみの元成がいた。うるさいよ。せっかくの休みに子供が騒いでさ。うるせえガキのベビーシッターかよ、無職。どうせ家賃払えないんだから、さっさと出てけ。目障りなんだよ。そう言って元成は、俺にマヨネーズをぶっかけてきた。マヨって。こういう時って普通水とかじゃないの？いや、元成らしいっちゃらしいけど。うるさくしてごめん。ちょっと静かに遊ぶように言うわ。あと元成、一応食べ物を粗末にしない方がいいぞ。マジでうざい。元成はそう言うと、バタンとドアを閉めて帰っていった。嵐のようだったなと思いつつ、仕方ないのでシャワーを浴びる。おい、俊。せっかくだから一緒に風呂入るか？光一郎、マヨネーズ食べるの失敗したの？うっせ。半分くらいはお前のせいだぞ。こちょこちょこちょ。やめろ。卑怯だぞ。あ、こら。どさくさに紛れて服についたマヨを舐めるな。セバーン。どこで覚えてきたんだよ。は、シュン、C だぞ。C な。俺たちは一緒に風呂に入った。風呂を出ると遊び疲れたのか、シュンはスースーと寝てしまった。寝顔は天使だけど本当にやんちゃだ。俺はその寝顔を見てちょっと笑った。いつ完全復帰できるかね。俺は保育園のお昼寝を思い出していた。俺は保育士だ。物心ついた時には保育士になりたいとぼんやり思っていた。男でそんなことを考えるやつは多くないから、友達からは案外珍しがられた。それでもなぜだか子供が好きで、夢を叶えて保育士になったのだ。就職して数年した時にパンデミックが起きた。保育園は営業停止となって、俺は自宅待機を命じられた。そして数ヶ月が過ぎている。少しずつ営業再開になってきてはいるけれど、当時フルで働いていた頃に比べたら3割くらいしか仕事がない。もともとお金をたくさん使う方じゃなかったし、貯金もあったので生活はできているけれど、不安もある。それでもやっぱり寂しい子供のそばにいてあげたい。そう思う気持ちも強かった。そんな時にピンポンダッシュをされた。お隣の松重さんとこのしゅんくんはちょっと悪ガキでやんちゃだ。シングルマザーのゆきさんは看護師をしていて、パンデミックでむしろ忙しくなってしまった。そのせいでしゅんくんは寂しさを肥大させてしまって、少し近隣住民に迷惑なことをするようになっていた。ほら、今まさにインターホンを押してピンポンダッシュをしようとするしゅんくんを捕まえると、離せよ、離せとジタバタとする。そんなところにゆきさんが帰ってきた。しゅん、あ、俺やばいかも。不審者として通報されるかも。と一瞬ヒヤッとしたけれど、さすがにしゅんの日頃の行いが悪すぎたみたいだ。また何か悪さしたの？そういうゆきさんに俺は安堵しつつも、しゅんがかわいそうになる。お前信用ないな。と小声で言うと、くそー。としゅんがぼやいた。申し訳ないです。としゅんをお昼寝させて、
ゆきさんは大福を持ってきてくれた。手が回ってないみたいですね。そうなんです。いつも預けていた保育園が私の仕事を理由に子供を預かってくれなくなってしまって、結局一人で家にいさせるしかなくて、悪さしないように鍵をかけているんですけど、うまく開けて逃げ出してしまって。なんとなく合点がいった。寂しい俊はゆきさんの気を引きたくて、このやんちゃないたずらをしているみたいだ。けれどそのせいでどんどんゆきさんはマンション内での立場を悪くしてしまっている。これでは二人ともかわいそうだった。俺が見ましょうか。思わず口をついて出た。え？ゆきさんは驚いて聞き返した。そりゃそうだ。ただのお隣さんに大事な我が子を預けるのは、このご時世ではなかなかの無謀だ。ゆきさんは少し考え込んで、本当にいいんですかと聞いてきた。決断早いですね。俺が苦笑すると、ゆきさんも苦笑した。実は、大家さんに、あんまり子供のいたずらがひどいなら出て行ってほしい、と言われてしまっていて、もう背に腹は変えられない状況ではあったんです。確か、保育士さんでしたよね。そうです。俺はうなずいた。結局、仕事が最後の一押しとなって、俺は本当に俊を預かることになった。俊は俺が預かるようになって、ご近所さんに迷惑をかけることは減ってきたけれど、部屋の中ではやはり大きい声を出すこともある。至って普通のわんぱくな男の子なのだけれど、マンションの暮らしには向かないのがかわいそうだった。そしてこのことが思わぬ事態を生んだ。上に住む幼なじみの元就がそのことを本当に嫌がるのだ。最初はスマホに「うるさいんだけど」と連絡が来ていたのが、最近は怒鳴り込んでくる。もはや俊と同じくらいうるさいんじゃないかと俺は思ってしまう。でも元就も今は在宅で仕事をしているって言っていた。確かに仕事中に子供の騒ぐ声はうるさいだろうから、俺も申し訳ないとは思う。けれど今日のはさすがに面白すぎるだろう。マヨネーズって、なんで頭にきて冷蔵庫を開けているのかもわからないし、マヨを選んだのかもわからない。他にもめんつゆとか麦茶とかあったんじゃないのと思う。面白さがこみ上げてきて一人で笑っていると、インターホンが鳴った。大丈夫ですか？ゆきさんだった。俊が動画を送ってきて、何かかけられていましたよね。怪我をしてはいませんか？どうやら俊のやつめ、さっきの顛末の動画をゆきさんに送ったな。大丈夫ですか？初めて聞く声がゆきさんの後ろからして、見るとそこには盲目の高級スーツの男性がいた。誰だろうと思ってゆきさんに目線で尋ねると、パタパタと廊下を走る音が聞こえてきた。うるさいって言ってるだろう。出て行けよ早く。元就だった。念のために確認したけれど、今はマヨネーズは持っていないようだ。出て行くのは君だよ。盲目の紳士はそう言った。うちの孫を預かってくれている恩人になんてことをするんだ。このマンションの管理人は私の友人だ。開花の住人がうるさいからといってよくわからない液体をかけるような人間はお断りだと了承してくれた。孫？管理人？俺は訳もわからず呆然とする。その横で絶句したのが元就だ。何それ？俺が出てくの？彼が刑事告訴したら君は犯罪者だぞ。人に液体をかけるのは傷害にあたる。
はあ？目に入って何かしらのトラブルを起こす可能性もある。立派な犯罪だ。そんなわけないだろ、マヨネーズでさ。マヨネーズの原料は油分と酢と卵だ。特に酢は酢酸だから、目に入ったら角膜が傷つく可能性もある。自分がしたことを理解したかね？そんな。いやいやいや、おじいさん、大丈夫です。大丈夫なので、一旦落ち着きましょう。元就、お前も一旦帰れ。俺ら静かに話すから。青い顔で呆然と立ち尽くす元就を帰らせて、俺はユキさんに話を聞いた。念のため、おじいさんにも帰ってもらった。まずは状況を整理するのが優先だった。盲目のおじいさんはユキさんのお父さんだそうだ。不動産経営をしているユキさんの実家は本当はかなりの資産家だった。けれどユキさんは未婚のまま妊娠してしまった。本気の恋愛だったそうだ。それでも相手の名前は言えない。一人で育てるというユキさんにお父さんも理解を示せなかった。ユキさんは家を出て一人で誰にも頼らずに生きる決意をしたそうだ。けれどある程度状況が落ち着いた頃に今回のことが起きた。ユキさんは自分のことはいいけれど子供の未来を考えて実家に相談をしたそうだ。情けないけれどそんなに強く生きられなかった。もし実家が私を受け入れてくれなくても、俊があんまりに不幸になってしまうなら、私がいなくなれば実家は俊を引き取らざるを得ないかな、なんて卑怯なことを考えたりしたの。そういうユキさんは苦く笑っていた。失踪する心づもりまであったのかと驚く。母親って子供のために本当に何でもするんだなと感心していると、けれどさすがに動画を見て慌てました。何の関係もないあなたまで巻き込んでしまった。恥を忍んで父に頼んだんです。あなたが追い出されないようにしてほしいと。そうでしたか。それであんな強硬な手段に出たんだと分かった。僕は大丈夫ですよ。そう言うと、本当に申し訳ないとユキさんは頭を下げた。俊のことはむしろ気が紛れて助かっている。だから本当に問題なかった。むしろ多分これは俺とあいつの問題だと思います。俺はため息をついた。元就と話をしなければ。大事な友人のあいつと。元就の部屋を訪ねると家は空いていた。不用心すぎるだろうと思って入る。廊下には雑多に物が散らばっていて、なんだか嫌な感じがした。部屋に入ると人影があった。逆光で一瞬理解できなかったけれど元就だった。首に縄をかけて椅子の上にいる。バカ、待て！俺は慌てて元就を持ち上げた。釘が甘かったのか、元就が縄を掴んだまま引っ張ったせいで俺たちは二人とも転倒した。止めんの？俺がいない方がいいんじゃないの？バカかお前、友達だろ。俺が言うと元就は泣き出した。結局泣き虫なのかよ。俺は元就の背中をさすった。子供の頃から元就は感情のコントロールが苦手だった。それでも不器用に必死に人の役に立とうとする、そういうやつだった。けれどそんなことに気づけるやつなんて多くない。そんな中でなぜか俺はそういうのに鋭かった。他にも気持ちをうまく言葉にできなくて癇癪を起こす友達のことが俺はなぜか分かって、
それでそういう奴らが爆発しないようにすることができた。俺の唯一の特技だった。感情は大人になるとある程度コントロールできても、子供だと本当に難しい。それを察することができるのを喜んでくれる人は多くて、だから俺は保育士になったのだ。元就はまさにそれだった。カメラアイというかなり精密に見たものを覚えることができる能力を持っていたけれど、感情はうまくコントロールできなかった。それでも悪意があるわけじゃない。本人もうまくやりたいと思っている。でもうまくできないのだ。だけど隣で俺が元就の機嫌を察することができたから、それなりにやってこれた。大学で離れた時、やっぱり人と揉めてしまってすごく傷ついて帰ってきた元就を見て、俺は近くに住もうと提案したのだった。昔のことを思い出していると、元就がぽつりと言った。結婚するんだろ、あの人と。もう本当に俺のことなんか放っておいてよ。そう言われてきょとんとする。何言ってんの？あの子の母親とさ、結婚するんでしょ？しねえよ。したとしてもお前とは親友だろ？俺がいたら迷惑かかるよ。ああな。ほら。でも友達が死んだら悲しいんだよ。俺が保育士になったのだってお前みたいなやつを助けたいって思ったからだ。すげえじゃん、エリート銀行員なんてなっちゃってさ。俺なんか逆立ちしたってできないぞ。あんなの試験に受かれば誰でもなれるんだ。俺は覚えるのが得意だから、そういうのは困んない。でも普通の会社員として普通に暮らすのはもう限界なのかもしれない。なんだよ、なんかあったの？人と会わないと人がどう過ごしているか覚えらんないんだ。そうすると行員のみんなとちょっとずつ話ができなくなっていって。なるほど。それで困っているところに俊が騒いでピリついていたのかと思い当たった。それでマヨネーズな。ごめん。いいよ、笑わせてもらったし。孝一郎、俺社会不適合者なんだ。ちっともうまく生きられない。だからもう死ぬしかないって思って。極端なんだよ。いや、お前には本当に大事なんだな。まあ銀行の仕事本当にしんどかったらまた俺んとこ来いよ。そん時は俺が今やってる発達障害の相談のウェブサイトとかを手伝ってよ。そんなことしてんの？うん。なんかやっぱり見てあげるのって結構限界あるから、ある程度の目安は普通のお母さんも悩んだ時にちょっと調べることができるサイトがあるといいかなって思って始めた。孝一郎らしい。俊の相手する片手間だったんだけど、案外反響があって、みんな悩んでるんだなってちょっとびっくりしてる。そっか。だから思い詰めんな。そんなことで死ぬなよ。イラッとしたらまた前をぶっかけに来い。もうしないよ。よーし、そしたら部屋片付けるぞ。俺はそう言って部屋の掃除を始めた。片付けが苦手な元就も手伝う。その景色は幼稚園のお片付けの時と全く一緒だった。コンピューターですか？ゆきさんは不思議そうにした。そうです。俊、多分コンピューターが得意です。触らせてあげてください。スマホで動画を撮影したり、それを母親に送ったり、そういう能力が高いことにゆきさんは気づいていないようだった。面白がって俺がプログラミングを教えたらびっくりするくらい夢中になってやっている。子供の才能に気づいてあげるのは
大人の仕事だ。褒めてあげると嬉しそうに書いたコードを見せてくる。ゆきさんはちょっとずつお父さんと俊のことを軸に距離を縮めているようだった。前のような深刻な状況は回避できそうで、俺もだいぶ安心だ。俊もちょっとずつ安定してきて、スマホをいじったり、パソコンにプログラムの文字を打ち込んだりしている。俺は頭が良くないから、目をシパシパさせながら文字の羅列を眺めて、それっぽくうなずいて褒めることしかできない。昔、元就のカメラアイに気づいた時もそうだった。持っている能力は誰かが喜んでくれて開花する。だから俺はそれを見つけてあげたいのだ。子供がいる限り俺の仕事は無限にあると気づいた。もしかしたら保育士という形ではないアプローチになっていくのかもしれない。それでも世界中の子供が少しでも幸せに生きられたらいい。さんさんと輝く夏の太陽を見上げてそう思った。